本日はギャラリー水上コレクション情報の村上龍太さんとお送りします。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。村上さんは、日本国内をはじめ海外でね本当に一生懸命活躍してますけども、特にヨーロッパの方でねヨーロッパではドイツを拠点にしてイタリアとかですねイギリスとかいろいろ行ったりしてます。はい、こちらのギャラリーの方に置かせていただいている冊子の方がありまして、これなんですけど、これがコレクション情報と呼ばれる月刊誌なんですが、刀とかですね刀装具がだいたい毎月70点80点ぐらい掲載して販売している情報誌なんですけど、はい、こういうのを出させていただきます。はい、ここの展示なんかは村上さんのところでいろいろされてるんですよね。10年以上前ですね。最初にこちらのギャラリーを作られるということでご相談いただいて、いろいろとそのアドバイスというかですね、湿気管理だったりとかいろんなことがあるんですけど、お手伝いさせていただいてます。世界で唯一と言える刀剣の展示施設がある施設っていうのは本当にここだけですよね。ですから我々この刀剣に携わる人間としてはこんなに嬉しいありがたいこんな施設っていうのはないですよね。そうですね。オーナーの方がですね、日本文化に対する非常に熱い思いっていうのをお持ちの方でして、本当にそのコレクションもそうなんですけど、情熱っていうのがすごく伝わってくる。もう素晴らしいこの空間、入っていただけると義の心っていう言葉の意味がなんかもう説明なくても理解いただける、そんな空間ですよね。そうですね。はい、それではまず最初の一振りなんですけど、こちらが虎鉄の、羽虎銘の重要刀剣になります。中子もうぐでして、少し数珠がかかったような刃文をしてまして、やっぱりこの時代の刀は反りがないのが特徴ですよね。もうこう完全にこうね数珠場で揃ったというあれじゃないので、ところどころに入ってこの羽虎時代のこれまたね傑作の一振りですよね、これね。そうですね。虎鉄らしいいかにも切れそうな刀だと思います。金蔵眼銘で裁断銘の方も入ってまして、二つ銅の、やっぱりよく切れたんでしょうね。そうですね。続きましてこの刀なんですけど、野定の重要刀剣になります。非常に綺麗な長字がかった具の目の刃文が華やかに出てまして、中子に穴が2つあるのはおそらくこしらえが2つあったのかね。下の穴の位置からすると、ね、完全に産だから、ひょっとしたらその昔立ちごしらえにね、その可能性もあって、位置だとその可能性もあるのかなというね。でも今現在はこれはですね、このこしらえは高山先生の、作品でして、高山和之先生ですね。
頭側部の方も野皿に合わせて美濃のつばが、同時代のほぼ天正ごしらえ作られたんですね。鞘の赤いラインもすごく素敵な。そうですね。黒漆一色だけとは違ってまたちょっとこうね引き締まった感じにこちら全体がね見えますよね。さすが高山先生の作っていうね。で野貞もいろんなこう出来のもの、すぐ派からありますけども、これはその中でももうものすごい最も華やかなね具の目に丁子が主体の刃文なんで本当に華やかな。だけどやっぱり野貞の刀なんでさっきの虎鉄じゃないですけど、これもいかにも綺麗そうなってね、ガラス越しでこう見てるだけでもなんか伝わってくる覇気のある名刀ですね。それでは続きましてこちらの刀なんですが、丸津田の助広の重要美術品の刀になります。トーランバがすごく綺麗で、非常に締まった刀ですね。重要美術品なんですよこれね。すごいな。延宝5年の丸津田で、ね、この匂い口、こう見てるとこうスーッとこう吸い込まれそうなこう美しさであり、またなんかこの奥行きがある見事な出来のトーランバの刃文も幅木の上あたりはちょっと刃が低くて、助広の、焼き出しで、飛び焼きなんかもちょっとあの辺にぴょんぴょんって見えたりとか。なるほどね。見どころの多い助広のやっぱり最盛期の一番脂が乗ってる一番いい時の傑作の一振りですねこれね。さすがやっぱり重要美術品に指定されてるだけのある名刀だなと思いますね。続いてはですね、古刀の刀になります。鎌倉時代後期の、来国俊の重要刀剣。銘は来だけが残ってるんですけど、以下切れという形になってます。刃の出来はすぐ刃調の感じですね。すぐ刃なんだけども、これ来国俊の中でもすごいよね。このガラス越しでも刃中がすごいこう煮えて働いてるっていうのが見て取れる。来国俊としてはすごい華やかな、そういう意味では働きのある煮えてる国俊っていうのもなかなかね、ないし、あと貴重なのがこれ甲冑の折り紙、で台付けが500巻。ね、この時代で500巻ってすごい台付けだったと思うんだけども、だけど欲しいのは昔の人はすごいよね。来でそこでねすり上げちゃってるっていうところがね、あと2文字ですから残しておいてもらえればと思うんですけども、それはもう時代が違うので、昔の人はやっぱりねこの命がかかってますからね、この刀に自分の命を託してるわけですから、2文字残せばなんていうそういう発想では当時ね全くなかったんだと思うんで。こしらえもすごく珍しい。特に鞘がですね、これは鶴の足の皮を使ってああいう模様ができてまして、こんなんちょっと見たことないよね。非常に凝った珍しい。こっから見てもこの博多ね、鞘の上の部分、あそこにサメをずっと今度貼ってあるんだよね。その下の部分、鶴の足の皮の下半分があれ貝を埋めて、あれ多分研ぎ出してるんだと思うんだけども、で多分そのメリハリをつけるためにちょうど鞘のこのしのぎの線のところをわざと高くして、そこで上半分が鶴の足の皮、下が貝を入れて研ぎ出して、ものすごいこれ鞘珍しいし手の込んだ、当時ですからちょっと洒落た人が特別にこれデザインして作らせたこしらえなんじゃないかなと。続きましてこちらの刀なんですけど、月山忠俊のすぐ刃調の非常に見事な刀ですね。月山といえば
綾杉肌なんですけど、単なるすぐ葉に見えるんですけど、物打ちのあたりとかちょっと二重葉風になっているような感じも見えて、非常に締まった名刀だと思います。ね、こっからガラス越しでも綾杉肌がはい、こうしっかり見て取れる、あ、綾杉肌っていうのはこういう肌なんだっていうすごいこう勉強に参考になる地金ですよね。ですから単純なすぐ葉じゃなくてね、見どころのたくさんある。でここにも解説にもあるようにガッサン先生のもう渾身の一作ですって、まさにこう見ててもやっぱりそういうのがこう刀から感じられる一振りですよね。オーナーの方が糸巻き立ちごしらえ、先ほどもご紹介しましたけど高山先生に注文されて、非常に風格のあるといいますか素晴らしい立ちごしらえもついてます。先ほど天正ごしらえ打って変わってはい、今度は華やかな特にこの金蒔絵の方なんかが華やかさを、ね、演出して高山先生のこれまた技術がここに集約された、ね、素晴らしい作品ですよね。向こう側に写真が、はい、実際にガッサン先生がいらっしゃって、ね、こちらで、ご覧になってるみたいで、ね、はい、素晴らしいことですね。こちらの刀なんですけど大小の刀になってまして、人間国宝の天田昭次先生の作品になります。こちらのオーナーの方がですね、上杉謙信がすごくお好きでして、幅木のところにもですね毘沙門天の美の字が本当だ、彫られていて、はでこの大小なんですけど作られたのが、平成23年ですので、実質天田先生の生涯最後の作品という形でこちらで展示してます。じゃあ先生の遺作とも言える大小なんですね。そうですね、はい、非常に品格のある面白い、これは備前のっていうかね、具の目が主体の刃で、はい、なんか、でも結構波中も働きあったりするから備前というよりもね結構総州っぽいような、でも華やかなね、こっから見ててもなんかこう見栄えのがもうすごいですけども、やっぱりこの覇気のある、ね、大小ですよねこれね。で後ろにあるこしらえなんですけど、こちらもオーナーの方が注文して作られた高山先生の大小ごしらえ、はい、これもなんか天正ごしらえ風の、そうですね、天正ごしらえ風で、さすが高山先生の、天正ごしらえ風ですので頭角なんですけど、他についてる頭装具はしっかりと古いものがついてまして、鞘の形もですね柄巻き一つとってしてもすごくセンスのあふれた非常に素晴らしい大小ごしらえ、はい、だと思います。はい、それでですね、あちらにありますのが先ほどの天田先生がですね、こちらのオーナーの方の情熱がですねすごく伝わって、お持ちだった烏帽子をプレゼントされたということで、そちらも飾っています。だって、刀匠の方がもう正式なきちっと、ね、刀を作る時の装束の一番大事なものですよね。そうですね。それをですから天田先生は最後やっぱりこちらのオーナーにいろんな思いをこう託されたんだなという。そうですね。ですからお二人のそういう意味でのこう友情というか、絆というか、ね、国境を越えたそういう絆でね、素晴らしいですよね。これはもう唯一天田先生の烏帽子ですから、もうここに来ないとね、この烏帽子はもう見れない、もう唯一無二のものですよね。